こんにちは。ご視聴くださりありがとうございます。こんな風に2匹で遊べるようになるのが目標でした。そもそも犬を飼うことに大反対だった私が、こんなにも柴犬の魅力に取りつかれ、2匹も飼ってしまうとは、あの頃には夢にも思いませんでした。今日は柴犬との出会いからのお話をさせていただきますので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。ある日、息子が柴犬を飼いたいと言った時、犬は飼った経験がなかったので、飼う前にちょっと調べてみました。柴犬はもともと狩猟犬なので、散歩はたくさん行かなきゃならない。主人には忠実だが、他の人には懐かない。などなど。なので、大反対しましたが、息子は父親とタッグを組んで、押し切られる状態で我が家にやってきたのが琥珀でした。2ヶ月の子犬だったので、そりゃあ可愛いですよね。琥珀が小さい時は別館の琥珀の巻でぜひご覧になってください。説明欄にリンクを貼り付けておきますので、よろしくお願いします。犬の飼育の経験がないため、最初は柴犬の教則本みたいなものを読み漁り、実行していきましたが、途中からやめました。なぜかというと、この子の性格に合わせて育てようと思うようになっていったからです。ワンちゃんのしつけは本気との戦いです。幼犬期にある程度社会性を身につけておかないと、後々困ることが出てくると思いました。子犬の時期はとてつもなく可愛いので、ついつい甘やかしてしまうところをぐっと抑えて、まずは基本から教えていきました。琥珀はちょっとどんくさいところがあるので、すぐにできることはほぼありません。でも諦めずに教えて覚えてもらえると、こちらも達成感を得ることができました。そんな中、琥珀は神経質でビビりすぎで、初めての人には近づかない、他のワンちゃんにも近づけない、交流が下手な子だなぁと思うようになりました。ザ・柴って感じで、柴犬らしいといえばそうなんですが、特にグイグイ来るフレンドリーなワンちゃんに対してはすごい苦手感があるようでした。ちょっと距離を置いて様子を見てくれるワンちゃんには大丈夫でしたが、どうやって遊んでよいかわからない様子でした。琥珀が2歳くらいになって、この子は他のワンちゃんとうまく遊べないかもしれないと思うようになり、2頭目を迎え入れたいと考えるようになりました。でも琥珀が4歳までには決断したいと思っていました。あまり年が離れすぎているとお互いに辛いだろうと思ったからです。琥珀が3歳になった頃、小雪と出会いました。小雪が小さい時は別館の小雪の巻をぜひご覧ください。いろんな柴犬を見てきた中、小雪と出会った時は本当に勘なのですが、この子となら仲良くできると思い即決です。大変なのは百も承知で、覚悟の上で迎え入れました。やっぱり思った通り、初めはすごく大変でした。琥珀は、誰だこいつはどこから来たって感じで、小雪にギャンギャン吠えているし、でも琥珀はビビリだから絶対傷つけないと思っていたので、ゆっくり焦らず少しずつ距離を縮めていきました。まずはゲージを1階と2階に分けることから始めました。1階に小雪のゲージ、2階のリビングは琥珀の居場所として、琥珀が散歩に行く時だけ1階にいる小雪と会って挨拶してというところから始めました。はじめは小雪に会うたびに吠えていましたが、そのうちに吠えなくなってきたので、
2階のリビングに小雪のゲージを持ってきました。でも琥珀のゲージからは一番遠くに設置です。また慣れてきたら少しゲージを近づけていって、そのうちにゲージがお隣同士になりました。週に一度は部屋の模様替えをしていましたね。小雪は超天場で70センチも高さがあるゲージを飛び越えてよく脱走していました。その度に琥珀に怒られながら逃げ回っていました。早く仲良くさせたいと無理強いしなかったのが良かったのか、琥珀が少しずつ小雪に興味を持つようになってくれて、小雪が3ヶ月頃にはじゃれじゃれし始めました。もう感動もんでした。今までの苦労が吹っ飛びました。別館の初めて遊んだ日の巻でぜひご覧になってください。柴犬のメス同士の組み合わせは最悪だとか聞いたこともありますが、今を見ていると最高じゃんと思います。先住犬をとにかく優先でをモットーに貫いてきましたので、小雪は琥珀姉さんには歯向かいません。小雪がわがままを言っていると琥珀が怒ってくれています。仲良く遊んでいる様子を見ると、ああよかったなぁとしみじみ思います。諦めずに愛情を込めて生活していると、柴犬たちはちゃんと返してくれるんですね。柴犬の魅力はそういうところもあるのかもしれませんね。言葉がわからなくても、なんとなく言ってることがわかるようになってくるのが面白いですね。一緒にお出かけできるのも楽しいですし、もちろんいいことばかりではありません。事件・事故も起こります。これからもいろいろ経験談をお話しさせていただきます。何かのヒントや参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。